今回は MP46 のパート1です。V10 から V12 へスイッチした理由とは、1991年マクラーレンホンダはエンジンを V10 から V12 に変更しました。その変更にはどういう理由があったのかというのを紹介したいと思います。今回の話は技術的な話というよりも、ホンダ内部の事情といいますか、マインド的な話がメインになります。88年から90年、ホンダ F1 プロジェクトリーダー、後藤治。V12 の開発は2年前から始まっていました。V12 の優位性はどこにあるのかなど、合理的にきちんと検証したというより、エンジン屋としてやはり V12 の圧倒的なパワーで勝ちたいという思いが強かったですね。この当時のホンダのプロジェクトリーダー後藤さんですけども、91年の開幕前にリーダーから外れてしまいますけども、V12 エンジンで行くという決定をしてるのは後藤さんになりますので、後藤さんが言うには、合理的な理由を検証したんじゃなくて、V12 で勝ちたいという思い、マインドで選んだということを言ってます。じゃあ次はもうちょっと現場といいますか、エンジン設計者の方たちの声を紹介したいと思います。ホンダ川本道郎氏、89年3月、トップダウンで V12 エンジンを開発しろと言われたんです。開発研究所所長の川本さんが決めたんだろうけど、本田宗一郎さんの意向が入っていたんだろうと思います。ターボはいろいろと複雑でしたが、NA の V12 は正直面白くないなと思いました。新技術がないじゃないかと思いましたが、社長命令として引き受けました。柴田光弘氏、開発陣にはいつかは V12 という思いが強かったんだろうと思います。ちょっと意外なね、声が聞こえましたね。まず最初にトップダウンで V12 の命令が来たんだけど、やっぱり創業者である本田宗一郎さんの意向も入っていたんですね。で、設計する川本さんは、V12 は面白くないなと思いましたと。新技術がないと。ターボエンジンの時はインタークーラーをどうしようとか、圧力をどうしようとか、エンジン本体以外でいろいろ考えることがあって、それを組み合わせて性能を発揮してたので、おそらく面白かったんでしょうね。だけど、V10 も V12 も同じ NA なので、特別新しいものがあるわけじゃないと。なので、気が進まなかったみたいですね。柴田さんも言ってるのは、いつかは V12 という思いが、やはり F1 に携わる全体的な雰囲気として、それが強かったんでしょうね。RA121E 初号機は、90年10月完成し、ベンチテストを始めた川本氏。V10 は難産でしたが、V12 はすんなり回って、目標とした700馬力が出ました。4輪でリッター200馬力を出せたのは、ホンダの会社として初めてのことで、ご祝儀が出た。V12 は最高出力の700馬力は割と早く出たんですね。で、リッター200馬力を超えたので、ご祝儀が出たと。ここでわかるのが、やっぱりホンダは馬力で物を見ているということですね。ハイパワーで勝ちたいと。そういうことだと思います。今度は、同じく91年、ティレルホンダの V10 エンジンのリーダーだった白井さんの声を紹介します。あの頃のホンダは重量とかサイズよりも圧倒的にパワーを優先に考えていましたね。だから12気筒のネガティブな要素であるサイジングも重要視していませんでした。10気筒を担当していた私としては、レース投入後から12気筒はないのかなと。白井さんは V10 エンジンの担当だということもあるんでしょうけど、でも12気筒には否定的だったんです。レース投入後から実戦での12気筒の実力を見て、これはないなと感じてしまったんでしょうね。同じホンダの中でも V12 エンジンを冷静に見ている人もいたんですね。はい。これは知りませんでした。ホンダ内部の事情ばかり話してても、実際に V12 に乗ったベルガーの声を紹介したいと思います。エンジンの感触については、ゲルハルト・ベルガー T46 に V12 エンジンを乗せて初めてテストをしたときは、期待していたほどのパワーが出てなくて、ちょっと驚いた。正直に言うと、絶対出力という意味では、V10 よりも下がったんじゃないかと感じるくらいだった。開幕戦を走ってみて確認できたのは、フェラーリよりも15馬力くらいは劣っているという現実さ。戻れるなら V10 に戻りたいというのが正直な感想だったね。これちょっとショッキングな内容ですよね。まず思ってたほどのパワーを感じなかったと。V10 よりもパワーが下がってんじゃないかと。で、次のフェラーリよりもって言ってんのは、序盤にアレジの後ろを走っていてベルガーが感じたらしいんですね。
15馬力くらいは劣っているという現実さ。この年のフェラーリは全体的に不調で、エンジンパワーもそれほどすごいという印象はないんですけども、ベルガー曰くホンダはさらにパワーがなかったんですね、この時点で。戻れるなら V10 に戻りたい。開発では700馬力を超えた V12 ですけども、実戦に出てみると思ったほど速くないと。で、しかもフェラーリよりも遅いと。これは開幕から緊急事態ですよね。なので、91年のマクラーレンホンダは、マシンの改良とエンジンの改良に追われることになります。そして、セナが幸運なことに開幕4連勝をしますけども、その成績とは裏腹にドライバー2人は非常に苦労するシーズンを送ることになります。次回の動画はなんでこの V12 エンジンに戦闘力がないのかということと、逆にライバルのエンジンはどういうことをしてたのかっていうのを紹介したいと思います。